こんにちは、いみじです。この動画では5つのステップで正面からの顔の描き方を解説していきます。動画後半では注意点も解説しているので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速いきましょう。ステップ1、円を描いて中心線を引く。まず円を描いていきます。中心線を描く前に中心点を描いておくと、より正確に円の中心線を描けるようになります。今回は正面からの顔なので直線ですが、これは耳と眉を通る楕円を真横から見たものだと思ってください。耳と眉を通る位置で楕円を引くことで、いろんな角度で顔を描くことができます。今後、斜めからや俯瞰、煽りなど、いろいろな構図の描き方の動画も作成する予定なので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ステップ2、垂直線を引いて、顎の位置を決める。顎の位置の決め方は垂直線を4分割し、その一つを下に移動させて、そこに印をつけます。ステップ3、輪郭を描く。輪郭は、こんな感じで中心線の両端を少し削って4等分に分けます。これがちゃんと4等分になっているかを確認するためには、内側のスペースでどちらが大きいかを確認してみてください。左右の大きさに差があるときは、ここで整えます。そして、顎とつなげます。この辺は慣れも必要です。頭の形もこのように整えます。顎のように細くなりすぎないように注意が必要です。ステップ4、顔のパーツを描く。まず、鼻の位置を決めていきます。鼻は、顎と中心線の真ん中にあります。中心かどうかを確かめる方法は、紙を90度回転させると簡単です。私が真ん中に感じるときは、厳密な中心よりも若干上になっていることがよくあります。それだと、鼻下から顎までの長さが長くなり、口の位置に違和感が出てきます。目を描くときは、まず眼下を描きます。眼下の下のラインは、鼻の少し上です。もし眼下を近づけすぎると、目の位置がおかしなことになってしまうので、少し離して描いてください。次に、口を描いていきます。口の位置は、鼻と顎の半分の位置より、わずかに上に描くと自然です。こんな感じですね。耳は中心線と鼻の間に位置します。目の位置を決めて描いていきます。眼下を描いたすぐ後に描いてもいいです。私は癖で、いつもこの順番で描いてます。目の描き方はこんな感じで、眼下の中心線を引き、その中に目を描きます。左右の目の間は、ちょうど目一つ分ぐらい開けるといい感じのバランスになります。この段階では、私は下まぶたを描きません。その理由を簡単に説明します。この写真を参考に描こうとすると、目をどのように描きますか？初心者の方の多くは、こんな感じに描くと思います。実際、私もそうでした。でも、あんまり綺麗ではないですよね。色を塗るなら話は別かもしれませんが、黒と白で表現するときには目立ちすぎます。この写真を白黒にして、少し明るさとコントラストをいじったものがこちらです。モノクロで表現したとき、下まぶたはほぼ見えないのが自然ということに気づくと思います。同様のことが鼻にも言えます。鼻孔は黒いですが、それ以外の箇所はあまり黒くない。黒くないということは描かない方が自然ということになります。これは、上まぶたや鼻孔以外を描くのが間違いということではなく、白と黒だけで表現しようとすると違和感が出るというだけのことです。少し脱線してしまいました。そういった理由で、目はこのように描きます。後で鼻を描くときにも意識してみてください。ここでガイドラインを消してみましょう。口が少し怒っているように見えたので、描き直しています。眉毛を描きます。眉毛は目の長さより若干長めになるように意識します。鼻を描いていきます。さっき話したように、
書くべき場所は尾行のみです。この細かな線は少し説明的に書くために書き足しています。紙を書く前に少しパーツに装飾を加えたり手を加えたりしてます。ステップ5、紙を書く。紙を書くのはとても難しく、これだけで一つの動画にできてしまうので、ここでは紙の具体的な書き方ではなく、紙のラインについてお話しします。紙のラインは上部と中心線の間のほぼ真ん中に位置します。こんな感じになります。坊主のようになっているので、女性らしさが少し薄れますが、これが意識できていると自然な紙が描きやすくなります。こんな感じで束感を意識して描いていきましょう。首を描いていなかったので描いていきます。今回は忘れていましたが、ステップ3が終わり、ステップ4に入る前に描くのがいいかなと思います。ちょっと紙は簡単に描いてみました。完成です。好みで目の装飾や軽い影をつけてあげましょう。最後に、この5ステップの書き方を使うときに気をつけるべき注意点について解説します。この書き方を使うときの注意点。書いている間、ガイドライン自体が美しいかどうかをよく確認してください。これは線ではなく、バランスの話です。線は正直綺麗でなくても構いません。具体的には、途中で少し話したように眼下を近づけすぎたり、鼻が上すぎる、口が下すぎないか、などです。冒頭で少し話したように、今回のガイドラインの書き方は、煽りや俯瞰などを書くときにも応用できます。このチャンネルでは、毎日18時に動画を投稿しています。週6でスケッチのプロセス動画、週1で初心者、中級者向けに人物の描き方やコツ、絵を描くときに意識すべき考え方を解説しています。私自身スケッチについてまだまだ勉強中なので、一緒に絵を描くのを楽しんでいきましょう。それでは、今回の動画はここまでです。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。